はい、こんにちは、はちです。今シーズンも夏型の開墾植物の種まきの季節がやってきましたね。僕もグラキリスの種を購入したので、今年も種まきをしていきたいと思います。今回の種まきなんですが、去年とは土の配合を変更しています。去年は今までずっと使ってきた角栓塩酸の小粒サイズの培養土の上に、発芽した種の根っこが潜りやすいように赤玉土のごく小粒をサラサラっと巻くという方法でした。もちろんですね、それでもちゃんと育つことはこれまでの動画でお見せした通りなんですが、今回は全ての培養土の粒のサイズを小さくして種まきをしてみたいと思います。培養土の配合や変更した理由などはこの後説明していきたいと思いますので、ご覧いただければと思います。それでは今日もよろしくお願いします。はい。まずはですね、今回一番ポイントとなる使用する土の配合を紹介したいと思います。今回使用する土は赤玉土小粒が4、鹿沼細粒が2、竹炭が1、ゼオライトが 0.5、これで配合していきたいと思います。以前、今シーズンの土の配合を紹介しましたが、そこで紹介した赤玉土と鹿沼土の粒を小さくして軽石を取り除きました。はい。ちょっと見づらいと思うんですけど、これが今回使用する土ですね。まず、土の粒の大きさを小さくした理由なんですが、苗が小さいうちは、粒が小さい方が育成が良くなるという話を聞いたので、それを検証するためです。また、軽石は細かい粒を用意するのが面倒なことと、苗が小さいうちは、多少排水性が落ちてもいいだろうと考えて入れないことにしました。すいません。これ別撮りで撮影をしているんですが、先ほどの土の配合に訂正があります。正しくはバーミキュライト1が入っています。未消用なので土を柔らかくした方が根が潜りやすいかなと考えてバーミキュライトを追加しています。はい。今回の用土はあくまで実験的な配合になっています。去年の僕の未消の動画では普通サイズの培養土の上に赤玉土のごく小粒を敷く方法を紹介していますが、あの配合でもちゃんと育つことは確認しています。なので、去年の配合を真似していただいている方は心配しなくても大丈夫です。以上が今回使用する土の説明になります。次に鉢なんですが、今回もプレステラ90を使用します。鉢底石としてカネマの中粒をすでに入れてあります。これは赤玉土でも構いません。はい。では、この上に今回の培養土を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで培養土を入れ終わりました。続いては、みじんを抜くために水をかけていくのと、あと熱湯で消毒をしていきたいと思います。今映像は省略したんですけど、たっぷり水をかけて土の中のみじんを抜いてきました。で、続いては熱湯消毒をするんですけれど、ちょっとこの表面に今回新たに入れた竹炭が浮いてきてしまっていて、正直種をまきづらいなと思ったので、この表面にある竹炭だけ取り除きたいと思います。ピンセットで大きめの竹炭だけ取り除きます。この辺りはちょっと要改善ですね。ちょっと目立つ竹炭だけ除去したいと思います。はい、目立つ竹炭は除去できたと思います。だいたい1鉢1分ぐらいの作業でしたね。はい。では土の準備の最終段階ですね。最後にここに熱湯をかけて殺菌消毒をしていきます。こんな感じ、上からドバドバドバーっとかけていきます。
これをやることによって土の中の雑菌が完全にいなくなって種がカビにくくなります。はい、こんなもんだと思います。はい、これでお湯を切って土が冷めれば土の準備は完成です。はい。続いては種の下処理について説明します。といっても今回はすでに下処理を完了しています。この下処理は12時間程度種を薬剤につける必要があるので、順序としては最初にこの処理を終えておくといいと思います。また、この下処理に関してはいつものやり方と全く同じですので、僕の動画を見ていただいている方は飛ばしていただいて構いません。で、今回この種はベンレートとメネデールを溶かした水に12時間つけています。まず種をまく前に水につけることで発芽しやすくなると言われています。次にこのベンレートは殺菌剤で種がカビてしまうことを予防します。続いてメネデールは発芽率をアップすると言われていますが、実際のところはよくわかっていません。なので僕もおまじない程度に入れています。この2つの薬剤を規定量薄めた水に12時間種をつけています。ちなみに種をつけるために使った薬剤はごく少量だと思います。残った薬剤は後ほど使うので捨てないようにしてください。以上で種の下処理は完了です。はい。ではいよいよ種をまいていきます。その前にここで僕が発芽した種が土に潜りやすくするためのちょっとした工夫をご紹介したいと思います。それはピンセットでこの土の表面を軽くガリガリしてあげることですね。はい。こうすることで土の表面に少しだけ隙間ができて種の芽が潜りやすくなると僕は思っています。ではグラキリスの種からまいていきたいと思います。種をつまんで置くだけですね。パキポディウムの種は地面に埋める必要はありません。本当に土の上に置くだけです。こんな感じですね。はい、これで完成です。はい、こんな感じで植え終わりました。はい、続いてはサキュレンタムですね。これを巻いていきたいと思います。サキュレンタもうこれ発芽してますね。発芽してる。見えますか？発芽してますね。素晴らしい。サキュレンタムは初めて巻くのでうまくいってほしいですね。ほんとこれどうでもいい情報なんですけど、今ゴールデンウィーク最終日の日曜の夜10時なんですよね。なので明日から仕事なので早く撮影終わって寝たいですね。ちなみに今使っているピンセットなんですけど、Amazon で高評価だったので買ってみたんですが、結構いい感じです。確か600円ぐらいだったかな。概要欄に貼っておくので、もし気になる方がいたら見てみてください。はい。これで2つとも巻き終わりました。グラキリスが16粒とサキュレンタムが39粒ですね。これが今回巻いた数になります。はい。では最後に発芽させる容器に入れていきたいと思います。はい。では最後に水を張ったタッパーに鉢を入れていきます。こんな感じですね。で、ここに種をつけておいたベンレートの残りの薬剤を投入します。
はい。で、こんな風にベンレートを入れておくとカビの発生を抑えることができます。僕の場合はベンレートを溶かした水を入れておくのは初日だけで、2日以降は普通の水に入れ替えてこし水を行います。で、この状態で湿度を保つために蓋をします。はい。で、これで種まきの作業は終了です。この後の管理環境は室内の直射の当たらないところに置いておきます。うちの場合は室温は20度から25度ぐらいですね。去年もそれぐらいで問題なく発芽したので大丈夫かなと思っています。はい。これで種まきは終了ですね。それでは発芽を期待して待ちましょう。はい。種まきをして1日が経過しました。では早速見ていきたいと思います。まずサキュレンタムなんですけど、こちらは反応が早くてすでに何粒か発芽してきてます。こういうところですね。はい、順調ですね。ただですね、カビが出ている種もサキュレンタムの方が多くて、1日で5粒ぐらい破棄しました。カビが生えると細い糸状のものが種から伸びるんですけど、そうなった種はほぼほぼ発芽しないので早めに取るようにしましょう。そうしないと他の種にカビが移ってしまうので、できるだけ早く取った方がいいですね。はい。で、一方のグラキリスなんですが、まだ発芽は始まってないですね。はい。その代わりカビで破棄したのも今のところゼロです。今回の種は見た感じ鮮度は良さそうなので、これから発芽してきてくれるんじゃないかなと思っています。もし一粒も発芽しないとこの動画自体がお蔵入りになってしまうので、それは避けたいかなと思っています。はい。ではこの種の今後の経過に関してもまた別の動画で報告したいと思いますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。はい。では今回の動画は以上です。もしよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。